今日はみんなに3度見たら死ぬえと言われている一人の画家について話したいと思う。名前はズジスワフ・ベクシンスキー。ポーランドが生んだ天才芸術家だ。彼の作品は一度目にすると不気味だけど目を引く。二度目に見るとなぜか心に残る。そして三度目にはなんて言われるほど強烈な印象を与えるんだ。でもそれくらい彼の作品は見る者の心を揺さぶる。ここからは彼の人生や作品の魅力、そしてなぜそんな噂が生まれたのかを一緒に探っていこう。まずは君に問いかけたい。ベクシンスキーの絵を一度でも目にしたことがあるだろうか。もし見たことがないならこれを機に覚えていってほしい。例えば彼の代表作の一つに骨のような構造物が並ぶ荒廃した風景がある。荒廃した空間にそびえ立つ建物のような形状はどこか現実離れしていて夢の中のような印象を与える。これは単に怖いだけの絵だろうか、それとももっと深い意味を感じるだろうか。彼の作品には見る者の精神を蝕むといった言い伝えがある。その理由は明らかではないが、いくつか考えられる要因がある。一つはその絵の不気味さが見る人の心に強烈な印象を残すからだ。二つ目は彼の絵が心の奥底にある不安や恐れを無意識のうちに引き出すからかもしれない。そして三つ目は彼の生涯そのものが作品に不吉なオーラを与えている可能性だ。彼の絵の中でも特に有名なテーマは荒廃だ。瓦礫の中に佇む人影のようなもの。そして無機質な大地。これらのモチーフは彼が生きた時代背景とも深く結びついている。ポーランドは彼の生涯を通じて戦争や占領といった苦難を経験した。これらの記憶が彼の心の奥底に影を落とし、キャンバス上で表現されたのかもしれない。一方で彼は自分の作品に直接的な政治的意図や社会的メッセージを込めることを嫌っていたという。だからこそ見る人によって解釈が自由なんだ。例えばこの作品、これを希望と見るか終焉と見るかは君の自由だ。君ならどう感じる？ベクシンスキーの絵にはよく人間のようで人間ではないキャラクターが登場する。骨のように痩せ細った体、顔がないかあるいは覆われている姿。これらは恐怖を感じさせるが同時に不思議な静けさもある。彼の作品の中には風景だけが描かれているものもあり、それらはどこかで見たことがあるとなぜか感じてしまうんだ。これは彼が夢のような空間を描くのが得意だったからだろう。夢の中では現実の法則が通用しない。ベクシンスキーの絵もそうした夢の一部のように感じる。次に注目したいのは彼の色使いだ。ベクシンスキーの作品には黒や灰色、血のような赤といった重たい色が多く使われている。一見すると暗い雰囲気だが、その中に鮮やかな青や金色が差し込むことで不思議な美しさが生まれているんだ。彼が色をどう選んでいたのかは明らかではないが、色彩のコントラストが感情を揺さぶる要因の一つだろう。暗闇の中に光を見るような感覚、それを色使いで巧みに表現しているんだ。ベクシンスキーの絵を見ればそんな感覚を味わえると思う。彼は自分の絵について解釈されることを嫌っていた。この絵にはどんな意味があるのと問われると、絵はそれ自体で語るべきだと答えていたそうだ。この考え方はとても興味深い。多くの芸術家は作品にストーリーやメッセージを込めるものだけど、彼はあくまで見る人の自由に委ねていたんだ。これって見る側にとってはかなり挑発的だと思わないか？見るたびに新しい発見がある彼の絵はまるで迷宮のようだ。彼は悲劇的な人生を送っている一人でもある。1998年、妻ゾフィアが亡くなり、その翌年には唯一の息子、トマシュが自ら命を絶つ。この二つの悲劇は彼の心に深い傷を残したと言われている。その影響か、晩年の作品には一層の暗さが加わったように感じる。
色彩は赤や茶色が中心になり、描かれるモチーフも崩壊や絶望を象徴するようなものが増えている。特に十字架をテーマにした作品群は、彼の心の中で湧き上がる苦悩や内面的な対話を感じさせる。彼の絵は彼自身を映し出した鏡だったのかもしれない。2005年2月21日、ベクシンスキーが自宅で鋭利な刃物で襲われ、命を落とすというショッキングな事件が起きる。犯人は10代の少年だった。少年が金銭を借りようとし、断られたことが動機だと言われているが、この事件の背景には多くの謎が残っている。例えば、なぜベクシンスキーのような孤高の芸術家がこんな事件に巻き込まれたのかという点だ。偶然だったのか、それとも彼の作品や人生に何か呪いめいたものが関わっていたのか。こうした疑問は彼の死をさらに謎めいたものにしている。君は一度でも建物が語りかけてくるような感覚を味わったことがあるだろうか。何もないはずの場所から聞こえる足音、突然開くドア、誰もいない廊下に漂う気配。この家は多くの人々が不思議な体験をする場所として知られている。カリフォルニア州サンノゼにあるウィンチェスターミステリーハウス。なぜこのような家が建てられたのか、その背後にある悲劇と謎を今から紐解いていこう。この家の始まりはサラ・ウィンチェスターという女性に遡る。彼女は有名なウィンチェスター銃を製造する会社の一族の一員で、夫のウィリアムと娘のアニーを相次いで失うという悲劇に見舞われた。特に娘のアニーは生まれてわずか数週間でこの世を去ってしまったんだ。彼女はその悲しみと罪悪感からスピリチュアルな世界に救いを求めた。ある霊媒師が彼女にこう告げたと言われている。あなたの家族を奪ったのはウィンチェスター銃で命を落とした者たちの怨霊だと。さらにその霊媒師は、家を建てなければ怨霊があなたを追い詰めるだろうとも言ったらしい。ここから彼女の奇妙な建築計画が始まったんだ。1886年、サラはサンノゼに移り住み、終わりのない建築工事を始めた。この家の特徴は明らかに不合理な構造だ。例えば、階段が天井に突き当たるものや、外につながるドアが2階にあるなど、まるで迷路のような設計だ。この設計にはいくつかの説がある。一つは、怨霊たちを混乱させるためだという説だ。霊が家の中で迷子になれば、彼女に害を及ぼすことはできないという考えだろう。もう一つの説は、彼女が霊たちに自分の安全を買うために、この家を霊たちの住処として提供していたというものだ。霊を鎮めるための礼拝堂のような部屋や、夜中に一人で祈りを捧げるためのセアンスルームもあると言われている。さらに、サラは工事を止めることを極端に恐れていたとも言われている。もし工事が止まれば、自分の命も尽きてしまうと信じていたからだ。ウィンチェスターミステリーハウスは多くの怪現象が報告されている場所でもある。これから君たちにそのいくつかの怪現象を紹介しよう。ブルールームと呼ばれる部屋は特に有名だ。この部屋はサラが霊媒と交信するために使っていたとされ、誰かが背後に立っている気がするという証言も多く、特に深夜には不気味な空気が漂うという。廊下にいた観光客がキッチンへ黒いドレス姿の女性が入っていくのが見えたので覗いてみると、サラらしき女性が歩いていたそうだ。その人影は奥へと歩いていったが、しばらく経っても戻ってこなかったという。さらに工事中に亡くなった作業員たちの霊が現れるという話もある。ある警備員が夜間巡回中、廊下の奥に古い作業服を着た人影を目撃し追いかけたが、誰もいなかったという。またある時期にはセンサーが反応しないはずの部屋で警報が鳴り続けたことがあり、原因は不明のままだったそうだ。これは何かの警告だったのだろうか。有名な怪談では、何もないのに急に背中を押されたように感じたという現象が報告されている。ある訪問者は足を踏み外しそうになり、誰かに押されたと感じたが、後ろには誰もいなかったという。どうだろう。君がこの家に入ったら、恐怖心よりも好奇心が勝るか、それとも足がすくんでしまうだろうか。この家には歴史の中で数多くの災難が降りかかっている。
1906年のサンフランシスコ大地震ではこの家も大きな被害を受けた。この巨大地震は家の構造に壊滅的な被害を与え、上層階の一部が完全に崩壊してしまった。この地震の際、サラも寝室に閉じ込められ、一晩中救助を待ったと言われている。前回の地震に引き続き、1989年にはロマプリータ地震にも見舞われたが、この家は完全に倒壊しなかった。理由としては、この建物が不動的な作りであったことが幸いしたのではないかと言われている。しかし、これらの事故に遭遇した彼女は、霊の怒りの兆候と捉え、ますます建築を進めていくんだ。この家を語る上で欠かせないのが数字の13だ。サラはこの数字に異常なまでのこだわりを見せた。例えば、シャンデリアのライト数が13個だったり、13色の色が使われた窓などがあるが、彼女自身が霊を遠ざけるための儀式的な意味を込めていたのだろう。この家の中には他にも独特な仕掛けがたくさんある。例えば、ドアを開けると現れる壁や床に設置された窓などの危険な構造。これらは怨霊を混乱させる目的で作られたのだろう。1922年にサラが亡くなると、この家の工事はようやく終わった。それ以来、ウィンチェスターミステリーハウスは観光名所となり、毎年多くの人々が訪れる。この家は人々の恐怖心や想像力をかきたてる生きたミステリーとしての存在感がある。サラの意図や信念を完全に理解することは難しいが、彼女が人生をかけて作り上げたこの家には、それだけの価値があると言えるだろう。机の上に奇妙な道具を準備し始める女性。ぬいぐるみの中身を抜き、そこに米や自分に由来する痕跡を詰め、赤い糸で縫い合わせる。彼女は無言のまま決められた手順を淡々となぞっていく。これはやってはいけない儀式と呼ばれる都市伝説、一人かくれんぼ。人間やぬいぐるみに名前をつけて鬼ごっこをする高齢術とされている。2007年にネット掲示板へ投稿された手順をきっかけに、検証動画や実践ブログが拡散。今では見たら消える、やると戻ってこられないなどと噂され、SNS でも検索される人気ワードとなっている。彼女もそんな動画をある夜ふと目にした。完璧に儀式をこなせば見えない何かが現れる。誰かが自分を見つけてくれるなら、たとえ作り話でも構わなかった。午前3時、ぬいぐるみに名前をつける。ぬいぐるみの名前は太郎。最初の鬼は綾香、最初の鬼は綾香、最初の鬼は綾香。3回そうつぶやいた彼女は浴室に向かい、水を張った浴槽にぬいぐるみを入れ、塩水のボトルは後に隠れるクローゼットの中に置いておく。そして室内の照明は全て消し、テレビを砂嵐状態にする。暗闇の中で彼女は静かに目を閉じて10秒数える。太郎、見つけた。そう言いながらぬいぐるみに歯をあてがい、儀式を行う。次は太郎が鬼、次は太郎が鬼、次は太郎が鬼。再び3回つぶやいた彼女は押し入れに向かい、自らが置いた塩水のそばに身を潜めた。まるで悪ふざけのように思えるこの儀式だが、確かに何かが動き始めた気がした。静寂に耳が慣れ、感覚が研ぎ澄まされている。テレビのノイズだろうか。廊下側から何かが聞こえてくる。彼女は全神経を耳に集中した。床板がきしむような音が少しずつ近づいてくるのを確かに感じる。明らかに自分以外の何かがこの部屋の中を歩いている。しかもその足音はまっすぐクローゼットの前へと向かっていた。緊張で汗が止まらず喉が渇いていく。彼女はただ強く念じた。見つからないで、お願いだから。それは明らかに部屋にいる何かがこちらに気づいているようだった。
静寂の中、クローゼットの前で足音が止まった。彼女は覚悟を決めて必死に手にした塩水を口に含む。そしてクローゼットから外へと飛び出した。浴槽に到着した彼女は震える手でぬいぐるみに塩水をかけ、口に含んだ分も吐きかけながら唱える。私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。その瞬間、テレビのノイズ、床のきしみ、人の気配もまるで嘘だったかのように消え、全てが止まった。あの夜、彼女の身に何が起きたのか。真相を知る者はいない。だが、一人かくれんぼの手順の一つ一つには、隠された意味があるとも言われている。これからその隠された意味を解説していこう。ちなみに、この儀式はあくまでネット上に伝わる都市伝説であり、実践は決して推奨されていない。それでも多くの人々が引きつけられ、語り継がれてきた背景には、人間が本能的に感じる恐怖とつながっているのかもしれない。例えば、ぬいぐるみに詰められる米は、仏教では死者への供物とされるもの。そして赤い糸は、血管や内臓、あるいは呪いにおける絆を表すとされる。つまりあの儀式で作られたぬいぐるみは、ただの人形ではない。何かが入り込むための器として完成してしまったのだ。また、儀式を始める時間が午前3時という点も見逃せない。日本で牛の刻とされていたこの時間帯は、死者や霊的存在が最も活動しやすいとされており、特に西洋圏ではこの付近の時間を魔女の時間とまで呼んでいる。さらに、室内に映し出されるテレビの砂嵐、アナログ放送時代のホワイトノイズは、霊的なものが映り込む媒体とされ、視聴者の無意識に働きかける不安と恐怖を増幅させる。映像が曖昧だからこそ見る者は何かがそこにいるのかもしれないと思い込み作り出してしまうのだ。そしてこの儀式が一人で行われるという点にも意味がある。複数人で行えばそれはただの遊びに変わってしまう。だが一人きりの状態こそが想像と現実の境界を曖昧にし精神的な隙を生み出す。この孤独は高齢儀式において非常に重要な要素とされている。実際一人かくれんぼは日本発祥の儀式だが、今ではワンマンハイド&シークの名で英語圏やアジアでも広まり、ネット文化の中で語られている。アメリカでは地下室を使うバリエーションがあり、韓国や中国では見つかったら帰れないという禁忌性がより強調される。聖水や宗教的儀式を加えるケースもあり、文化に合わせて細部が変化している。それでも共通しているのは、無害なぬいぐるみがある瞬間から別のものへと変わるという構図だ。本来この儀式は器として使ったぬいぐるみを最後に焼却処分で終えるとされている。だが彼女はあのぬいぐるみを燃やしていなかった。それが何を意味するかはもう君にもわかるだろう。